こんにちは。ここは近鉄四日市の駅の近く、ここにホテルがありまして、ちょっと今急いでいるからすぐにタクシーで JR 四日市まで向かわなければならないんですが、ただね、ホテルで待ってるタクシーってのは多分長距離を見込んで待ってるんだと思います。そんな気を使う必要ないんだけど、ホテルに泊まっているタクシーに頼みますとちょっとなんか悪いような気がします。なんかすごい車だな、軽トラックじゃなさそうだけど、ちょっとだから JR の駅の方から近鉄の四日市から JR の駅までお願いしますということにしましょう。近鉄の四日市はさすが三重県第一の都市だけあるなと、こう立派な作りをしておりますが、JR はそうでもないんですね。この道をまっすぐ行ったところに JR 四日市駅があります。その道のりは約1キロです。申し訳ないけれど近いけれどタクシーで行かせてもらうことにしましょう。近くて申し訳ないけど四日市の JR の駅までお願いできますか。はい、じゃあお願いします。通ってきた道の方を映しております。位置関係はよくわかるかと思います。タクシーでわずか2分で到着しました。明日まであと8分、歩くと時間的にはギリギリだったはずです。ここが JR の四日市でございます。ちょっとなんかね、やっぱりさっきの近鉄の四日市と比べますとという感じがするもんですけれど、こればっかりは仕方ありません。レンタサイクルの貸し出しなんかもやっておりましてね、近鉄の側でもやってるんですけど、こちらの方がコンビナート群などには近いし、貨物列車、タンク車などもこの中には置いてありまして、石油の街という印象が強いのはやはりこちらの駅かなと思います。特にその昭和30年代からあるのかな分かんないんですけど、結構古いこの駅舎ですからね、これがまたずっとここにあるのもその昔の四日市を感じさせてくれるような存在で、好きな駅ではあります。ただ2階は伽藍堂のようです。昔は商店などが入っていたようで、いわゆる民衆駅として作ったものだと思うんですけどね、結構貴重な残り物のはずです。ここから切符は東京まで買ってありますが、そうは言っても大阪までをぐるりと回る、そういう東京駅の切符です。ここから先関西本線、そして河原田から伊勢鉄道というところを通るんですけれど、それで津まで向かいます。もともと国鉄の伊勢線として使っていたところです。これから乗る列車三重号というのは途中のその第三セクター JR ではない鉄道会社を通って、それで津まで向かうということになります。だから切符の仕組みが結構複雑なんですね。本来でしたら亀山まで行って、そこから関西本線から、三空線じゃない、紀勢本線に乗り換えるというのが、一般的なんですね。一般的ではないか。四日市、南四日市、 CJ13 河原田、ここから先亀山まで行って紀勢本線とスタートするのが、これが本来の昔のルートだと思うんですが、この河原田というところから斜めに海沿いを抜ける伊勢鉄道というルートがありまして、これに乗っていくことによって時間の短縮などができるということです。運賃も確かこっち回りの方が距離が短いですから安くなるはずです。少々頼りない改札機という印象を持ちましたが、ちゃんと使えました。使えりゃ問題ないですからね。自動改札に頼りがいもあるもないもの、島もあるかという感じもしたんです。向こうにやっぱり煙突が煙を上げている四日市らしい景色がこう見えております。手前の青いタンク車、あれもまたずらりと続いておいて、石油をいろいろ運んでるんだろうなと、そりゃそうですよね。そんな印象満載です。2両編成の電車、電気が通っているのはこの先亀山というところまでのはずです。無駄に広く伽藍堂という印象を受けるこの四日市駅の構内、これ多分でもまだ朝の時間帯とかはね結構混雑するんだろうなと思うんですけどね。四日市駅跨線橋着手昭和34年竣工昭和35年、まさに四日市のコンビナートができたその頃ですね。1番線には名古屋行きの特急ですね、何機もやってきました。結構四日市から特急に乗る人もいるようですけれど、近鉄で行かないんですね。 JR の特急で行ったらだいぶ高くつくと思いますけど。近頃では新しい機関車などもやってくるようになりまして、でも昔ながらの線路がずらっとたくさん並ぶ工業というか石油化学業工業の街四日市という感じ、ずっとさっきから同じようなことばっかり言ってるような気がしますので、ここぐらいでそろそろ乗車予定の列車快速列車三重号がやってくるはずです。三重号もディーゼルで運転をされております。さっきの特急南紀もそうでしたが、ここから先の区間では電気が通らないところを走るからです。見た目がそこまでものすごくかっこいいかというとそれは微妙なところなんですが、決して悪くはない快速列車三重号がやってきました。指定席もついておりますが、混んでるな、でも四日市で降りてくれるだろうなと期待しております。
ざいました。四日市電車内にお手荷物などお忘れ物ございませんようご注意ください。列車はお腹が発車します。ドアが閉まり四日市を出発して次はサーキットで有名な鈴鹿ということになりますけれど、途中通過する南四日市の辺りまでは四日市市独特のコンビナートの眺めを楽しむことができるようなところです。列車のエンジンがうるさいですから、そしてまたたまたま前のこの座席にも誰も座っておりませんので、ちょっとぐらい声を出して解説しても周りに迷惑がかかりそうにないのが助かることです。JR 貨物の人が線路の掃除みたいなことをしてました。あちこちに JR のこの私たちが乗るような車両が走らないであろう線路が引かれております。そこにもまたあります。こういった線路はそれぞれ各工場に入っていって、そしてその奥、ずっと奥の方まで石油を運搬する、そのような役割を持っている会社専用線という、大体そういうものが多いです。そういったものでも地図に載っていることはあるんですが、当然私たち一般人が乗ることはできません。線にはさまざまパイプでつながれた石油関連の施設が見えます。全てが全て全部石油を輸送しているというとそういうわけではないみたいですけれど、これだけ大きな規模でずっとつながっているのはやはり四日市市ならではの光景で、日本に他にも石油化学コンビナートというものはありますが、この四日市が日本では一番だということです。まもなく通過する駅が南四日市で、どちらかというと多分こっちの方が貨物列車の運転としては基幹となるような駅だというふうに聞いております。こんなところでも田んぼがあるの驚きました。車窓の左右両側にこのように広大な鉄道関連の施設がずっとあります。あそこに貨物列車 JR の貨車が入っていますが、工場にあのように直接乗り入れてしまうというわけです。あのコンテナは何を運んでいるのか分かんないんですけど、多分ここに石油を持ってくるというだけではなくて、石油化学コンビナートですから製品を作って出荷をするということも当然にしてあるわけです。ただ石油をここで何か燃やしているだけというわけではありませんから、だからその作ったものを今度運び出す時にまた貨物列車が必要になるということなんではないでしょうか。専用線は様々分岐していきましたが、確か今のが最後だったように記憶をしております。ちなみに今走行しているこの伊勢鉄道ですが、ずっと赤字のローカル線なのかというとそうでもなくて、特急列車とかこの三重号とかそれなりの高速の列車が走っておりますから、何年か前に赤字に転落してしまってはいるそうなのですが、常に赤字というわけでもなく、その瀬戸際をギリギリ行っている、そのようなところなんだそうです。で JR 東海に残してあげてもよかったんじゃないのって気もしなくはないんですけど、それは会社の判断ですから仕方ありません。国鉄時代にもうすでになくなってしまっていたんだったかな。列車は津を発車しました。ここから先は紀勢本線に入ります。この旅の主題は紀勢本線をもうほぼ全部乗ってみようとのそういうところにあったわけでして、紀勢本線の始発は先ほどから名前だけ登場している本当は亀山ですが、この津が事実上紀勢本線の起点みたいな風に考えてもいいのかなというふうに思います。先ほどまで高規格な伊勢線をハイスピードで走っておりましたが、ここから先はまた昔ながらというほど古くもないのですけれど、しかしそれでも多少伊勢線よりは古い紀勢本線にて向かうということになります。この次の停車駅松阪で私は降りるということになりますが、三重号は並行している近鉄線の特急と基本的には競合関係にあって、 JR 東海が新幹線に接続するこの快速列車三重号で近鉄特急に対抗しようと、そのような意図を持って作られたものだと聞いております。だから快速列車には珍しく名前がついているし、今私が乗っているのは自由席ですが、指定席も連結をされているわけです。ただ実際はというと、基本的には JR 東海が近鉄に負けているというところですが、三重号の乗車率自体も悪くはなく、本日もまた盛況なようでございます。車掌さんが検察においでになりまして、どちらからですか聞かれましたので、四日市です答えたら、一瞬だけ顔が曇りました。でもすぐにこの切符を見て、大丈夫です、ありがとうございます、そのようにおっしゃいました。この伊勢号や三重号というのが途中のさっきからずっと言っている伊勢線違う鉄道会社を通る関係で、その運賃の取り扱いが非常に煩雑なようです。
Suica で乗ってきてしまっている人には現金での生産とか、外国人のお客さんもこれは伊勢方面に行く列車ですから多いので、随分と苦労をされているという話を聞いたことがあります。私はちゃんと間違いなく乗車券を買っておりましたが、ほとんどのお客さんは多分正しく買ってるんだろうと思いますけれども、でも少なくないお客さんは一方でまた間違えた乗車券を持ってきてしまっているようです。特にジャパンレールパスという外国人客向けの切符が利用できないのだそうで、かなりそれは困難なことだと聞いております。放送はかからないけど多分そろそろ到着だと思います。車掌さんが検察忙しかったんでしょう。もう準備をしておかないとな、降り遅れてしまうかもしれません。この列車はちょっとだけ遅れてきているようですからね。お出口は左側4番線に到着をいたします。ドアから手を離してお待ちください。肉の名産地松阪に到着です。反対の列車と行き違いしてたんですね。それで出発が遅くなったようでした。なんでここは肉が有名なんですかね。全然私知らないんですけど、そういえばいつもね、私ここを通るときにそのたんびに降りてますよ。あれなんか松阪の駅、あれ解体しちゃうのこれ、まさか。なんか足場が組まれてますけど、前にもこんなこと言ったような気もしたけど、松阪の駅も四日市の駅みたいな雰囲気でいいとこなんですよ。なくなっちゃうのかな。なんとバカなことに私間違えましてね、いつも松阪に来てはいるんですが、でも30分ぐらいしか滞在しないんですね。お弁当を買ったらすぐに去って特急列車で行ってしまうというのがいつものパターンです。で今回もまたそうするつもりだったんですけど、間違えましてね、快速2号っていうのは1時間に1本あるんですけど、間違えて1時間早いのに乗っちゃったんですね。もうちょっと四日市にいてもいいように予定を組んでたんですけど、間違えて早く来るとはね。あれうどん屋がなくなってる。ここにはキテキテだったと思うんですけど、うどん屋があってね、そこには牛肉も入っていた。一応松阪牛と書いてある牛肉が入ったうどんがここの名物だったんですけど、ない、閉店した。老舗だったはずですよ。閉店したんだ。荒竹があるからまだいいんですが、大体さっき近鉄特急なんだ松風じゃなくて島風の車内でもね、松阪牛カレー食べましたんで、また松阪牛食べるのかなとは思ったんですけど、でもあそこの荒竹に来てなんか毎回ね食べるのが私の個人的な恒例になっておりますので、当駅松阪の駅で松阪牛の駅弁でも買ってから乗ることにしましょう。後ほど食べるシーンはそうだな、背広チャンネルにでも出そうかな。松阪牛だったら背広チャンネルに動画出しても伸びるでしょう。なんかね、人を煽るような動画ばっかり最近出してて良くないなっていつも思うんですよ。だからこういう平和的なネタをいろいろ考えたいものです。自動改札で途中下車ができないので、じゃあ仕方がないと、ここでね途中下車発行してもらうことになりました。懐かしいね、こういうのも。この松阪の駅では前に最長往復切符をなくすというとんでもないことをやった、そんな思い出があります。